CSV ファイルのデータをプロセスに反映する方法について説明します。本動画では CSV ファイルのデータをもとにコンポーネントを指定し、ステートメントを追加します。付属ファイル、プロセスチェンジにアンダーライン before.vcmx を開きます。プロセスタブを開きます。エディターグループのプロセスを選択し、マニュアルプロセスの作業内容を確認します。2箇所のマニュアルプロセスにトランスポートインを追加します。Python スクリプトで CSV ファイルを読み込み、ステートメントを追加します。CSV ファイルを確認します。付属ファイル、トランスポートイン .csv を開きます。1行目に各列の項目名、2行目以降に各項目の値を記載しています。1列目はステートメントを追加するコンポーネントの名前です。2列目はパート3で追加する製品タイプです。今回は1列目のコンポーネントの名前と個数を読み込み、ステートメントを追加します。CSV ファイルを読み込むため、ジェミニの画面に戻ります。モデリングタブを開きます。パート1で作成した Python スクリプト用のコンポーネントを選択します。コンポーネントグラフウィンドウのプラスアイコンを選択し、コンポーネントの階層構造を展開します。URI アンダーライン1を選択し、プロパティウィンドウの値、3点リーダーをクリックします。トランスポートイン .csv を選択し、開くをクリックします。ステートメントを追加するきっかけをボタンを押すこととします。パート1で作成したボタンアンダーライン1を使用します。CSV ファイルを読み込み、ステートメントを追加します。リレーステートメントの設定を変更する Python スクリプトを参考にするため、パート1で作成した Python スクリプトを開きます。CSV ファイルが指定のパスにあるか確認する必要があるため、インポート CSV に OS/sys を追記します。配列の要素となる CSV ファイルのデータをカウントする必要があるため、インポート CSV の下にインポートコレクションズと記述します。CSV ファイルを読み込めない場合、出力ウィンドウにメッセージを表記できるようにします。CSV ファイルのデータを格納するコードの下に if false os.pass.exist コロンと記述します。プリント CSV ファイルが見つかりませんと記述することで CSV ファイルが読み込めない場合、出力ウィンドウから確認できます。見つからなかった場合、プログラムを終了するため sys.exit と記述します。トランスポートインステートメントを指定のコンポーネントに追加するため、情報を取得します。for row in data 1コロンからブレイクまでを削除します。コンポーネントの名前を基準にして、配列を並べ替えるため、ショートソーテッドデータカンマキーラムダ x コロン x 0と記述します。カラムレンショート0と記述することで CSV ファイルの列数を取得できます。プリントショートと記述し、並べ替えた結果を出力します。コンパイルを選択します。コンポーネントプロパティウィンドウのボタンアンダーライン1を押します。出力ウィンドウにマニュアルワークステーションナンバーに項目名の順に並んでいることがわかります。Python スクリプトに戻ります。
2次元配列では、行数をカウントすることが困難なため、1次元配列に変換します。first イコール sum と記述します。括弧内にショート、括弧、コロン、連、括弧、ショート、マイナス、カラム、プラス1、カンマ、括弧と記述することで項目名を除外できます。コンポーネントの名前のみの配列を作成するため、コンプ、アンダーライン、リスト、イコール、ファースト、括弧、コロン、カラムと記述します。同じコンポーネントの名前がいくつあるか取得するため、num イコール、コレクションズ、ドット、カウンター、括弧、コンプ、アンダーライン、リストと記述します。コレクションズ、ドット、カウンターは配列の各要素をカウントできます。各コンポーネントの名前と個数の配列を作成するため cname イコール num.items と記述します。num.items はリストの項目名とカウント回数です。for i in cname コロンと記述し、コンポーネントごとにプロセスを確認します。ステートメントを追加する関数を実行するため、クリエイトステートメントと記述します。クリエイトステートメントに必要な引数は、コンポーネントの名前、トランスポートインステートメントの追加個数です。コンポーネントの名前と追加個数は、配列 cname に格納されているため、括弧内に i、括弧0と i、括弧1と記述することで指定できます。プリント i、括弧0、カンマ、プロセスへの反映完了と記述することで、プロセスへ反映されたことが出力ウィンドウから確認できます。CSV ファイルで指定している個数のみ、トランスポートインステートメントを作成する関数を定義します。関数の名前をチェンジディレイからクリエイトステートメントに変更します。括弧内は、ステートメントを作成するために必要な引数、ネーム、カンマ、バリューに変更します。関数、クリエイトステートメント内の記述を削除します。トランスポートインステートメントの個数の初期値を定義するため、カウントアンダーラインアップイコール0と記述します。プロセス内にあったトランスポートインステートメントの一つ目の行数を出力するため、変数トランスアンダーライン F を定義します。トランスアンダーライン F イコールマイナス1と記述します。1行目は0、2行目は1と0始まりで出力します。トランスアンダーライン F の初期値をマイナス1としておくことで、トランスアンダーライン F がマイナス1の場合は、まだトランスポートインステートメントの一つ目を見つけていない。マイナス1以外の場合は、トランスポートインステートメントの一つ目を見つけていると判別できます。関数 get プロセスに CSV ファイル1列目のコンポーネントの名前を渡し、変数プロに戻り値を代入するため、プロイコール get プロセス、括弧ネームと記述します。ステーツイコールプロドットステートメンツと記述することで、プロセスのステートメント一覧を取得できます。ステートメント一覧からトランスポートインステートメントを参照するため、for s in ステーツコロンと記述し、ステートメントを一つずつ確認します。if s ドットタイプイコール vc アンダーラインステートメントアンダーライントランスポートインコロンと記述し、ステートメントのタイプがトランスポートインの場合、以下のプログラムを実行します。if トランスアンダーライン f イコールマイナス1コロンと記述し、1回目にトランスポートインステートメントを発見したときのみ、以下のプログラムを実行します。トランス
アンダーライン F イコールステーツドットインデックスカッコ S と記述し、トランスポートインステートメントの一つ目が何行目にあるか取得します。プロセスに CSV で指定した個数を追加するため、トランスポートインステートメントをすべて削除します。プロドットデリートステートメントカッコ S と記述します。プリントトランスアンダーライン F と記述することで、トランスポートインステートメントを追加する場所を表示できます。while カウントアンダーラインアップ小なりバリューコロンと記述し、作成予定個数バリューより現在のトランスポートインステートメントの個数カウントアンダーラインアップが小さい間以下の処理を実行します。トランスポートインステートメントを追加するため、トランスイコールプロドットアットステートメントカッコ VC アンダーラインステートメントアンダーライントランスポートインカンマトランスアンダーライン F と記述します。ステートメントの定数名を参照するため、ヘルプタブを開きます。Python API を選択することで、Python スクリプトに関するヘルプファイルを表示できます。定数、ステートメント定数から確認できます。トランスポートインステートメントの個数をカウントアップするため、カウントアンダーラインアッププラスイコール1と記述します。コンパイルを選択します。コンポーネントプロパティウィンドウのボタンアンダーライン1を押します。プロセスタブを開き、マニュアルプロセスのトランスポートインステートメントを確認します。CSV ファイルで指定しているコンポーネントの名前の個数、トランスポートインステートメントが追加されていることがわかります。パート3では、今回追加したトランスポートインステートメントに製品タイプを設定します。CSV ファイルのデータをもとにコンポーネントを指定し、ステートメントを追加する方法についての説明は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。